はい、こんにちは。ヌーブの神戸です。今日も楽しく料理を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。セミドライトマトを作りたい。セミドライトマト。セミドライトマトを作りたい。なんか小難しそうやな。要するに、ちょっと乾いたプチトマト。プチトマトで作る。そう。おしゃれです。すごく。おつまみにめちゃくちゃいいし、うちイタリアンだからさ、やっとイタリアンっぽい食材を仕込もうみたいな感じで、スタートができることを、ものすごく嬉しく思ってる今日は。なんでセミドライトマトを家で作ろうっていう企画かっていうと、セミドライトマトってね、売ってるんだって。ああ、売ってるんだ。売ってるんだって。大体輸入品で売ってる。それでね、めちゃくちゃ大きい問題があるの、それには。めちゃくちゃ高い。とにかく高い。セミドライトマトのオイル漬けっていうものはとにかく高いんだ。で、今オイル漬けって言ったんだけど、セミドライトマトっていうのはトマトの水分を飛ばして糖度を凝縮させてオリーブオイル漬けにしたもので、ちょっと保存が効く。乾燥の本当のドライトマトってやつも売ってるんだよ。ちょっと水で戻したりお湯でふやかしたりして使うようなやつってあるんだけど、それとはちょっと違う、生でもないし乾燥でもない、でもそのまま食べるよりぐっと甘くなるちょうどいいやつだから。でサラダにも使えるし、チーズとかブラックオリーブみたいなやつであるじゃん、ちょっと爪楊枝の長いピンチョスみたいなやつに刺して、おつまみで出すとか、意識高い系ホームパーティーとかに出すと、これ作ったからみたいなのでいやーってなるから。ってなるから。そうそれ作った後に料理も作るけど、今日はとりあえずセミドライトマトそのものを家で作っていくっていうののコツみたいなやつを解説していきたいなと思います。やってみようか。はい、じゃあ材料紹介していきます。もちろんプチトマトね。プチトマト、これを横にカットしていくから。横ね。そう最後にオリーブオイルにつけるときにローズマリーもちょっと足しますっていうやつね。で、ほんのり塩と、漬け込み用のエクストラバージンオリーブオイル、結構こんだけでできるから。こんだけ。あとは火入れの工程とかが大事になってくるだけだ。はい、じゃあトマト切るときはここに最初ヘタがついてるからそれだけ取って、こうじゃなくて横向けてこっち向き、輪切り状態ね。そう輪切りにするような感じで、繊維をこうやって走ってるからトマトって、こういう方向に繊維が走ってるから、それを立ってあげるっていう。なんでかっていうと、じゃあ1個実験してみようか。じゃあ仮にさ、こっちの縦で裂くでしょ。わかる？ほら、繊維の筋が反っちゃってて、これだと断面が出せないんだって。だから水分が出ないから、この種をこうやってもろに露出させるためには横に切らないとできないから。で、なんでかっていうと、水分を取りたいの。これセミドライだから、やや半生の状態にしていくのに水分をぐーっと下げていきたいから、この工程までやったらちょっと仕込み工程このまま入っていいですか？いいよ。今日初めての2点カメラ撮りだからさ、ちょっと戸惑ってる。いつものリードクッキングペーパー、でこれね、2枚にしてやるから。2枚に、横に包丁を入れたトマトをこうやって並べていくから。そっち向き？こっち向きに。なんでかっていうと水分を取りたいから。そうこれまだ塩も味付けも何にもしてない。とにかく切ったらこうやって並べる。オーブンで火を飛ばしていくんだけど、水分を最大限かこの状態でまず取ってあげたいから、断面をリードに吸わせていく。で2枚って言ったのは1枚だとね、足りないんだ。リードが吸い切っちゃって、なんかもっと吸えるのにみたいな状態になるから、俺はやってって2枚だなと思って2枚使ってる。今日は25、6個25、6個2パックで1パック13個ぐらい入ってたから、25、6個のプチトマトを使うと思う。家庭でやってもらうっていうためにスーパーに売ってる一番安いやつのサイズにしたから。でもちろん今なんかあるじゃん、このトマトもさ、4種類5種類ってあるじゃん。あるね今。スーパー行っても。だからそのトマトによって違うけど、で今日僕がやるレシピは大前提としてプチトマトっていう前提でやるから。このチャンネルいつも言ってるでしょ、時間、分量、火加減、料理を作る大事な要素。で
分量はトマトのサイズによって変わっちゃうから。でかすぎちゃう感じ。そうだから普通のトマトとか使ったら火加減とかが変わってきちゃうから、まあここで見せたくらいのやつでやるとしたらこんなもんだよっていうこと。ごくごく一般的なプチトマト。もっとでかいのでやりたいっていう人は火入れの時間を延ばしてねとか、それは自分で微調整してくださいっていう感じになります。はい、で、ここまでやったらこの状態で10分待ちましょう。リードペーパーに吸わせていくっていう作業ね、水分を。このまま10分。このまま10分。うん。はい、じゃあ10分経ちました。リードペーパーに吸わせてるやつ。どういう状態になってるのかちょっと見ていきましょうか。吸われてるでしょこれ。ちょっと映像で分かりにくいんだけどね、実際ねかなりしっとりしてる。もうこれね動かないぐらい水分で。ほんとやな。めくったやつもなんかちょっとしなしなになってんじゃん。そうで最初の水分をここで取っちゃいましょうっていうやつね。そしたらこれをクッキングシートを引いたものに乗せてってください。この時は絶対上向きに乗せて。次は上なの、ね、次は上向きに乗せるから。なんでかっていうとこのままオーブンに入れるから揮発させていくからね。なるほどね。これまたね、ここは地味な作業だから。はい、じゃあこうやって表向きに並べました。こないださキャベツのコールスローの動画でも説明したんだけど、野菜から水分を出してあげる、セミドライトマトだからとにかく水分を抜きたいわけよ我々は。そのために浸透圧を利用します。浸透圧を利用する。復習する浸透圧について。そうだね。世の中にあるものは何でもそうなんだけど平均化しようとするわけ。平均化。そう、濃いものと薄いものを混ぜたら平均化しようとする作用があります。熱いお湯とぬるい水を入れるとぬるいお湯になるみたいな感じ。そう中間ぐらいを目指すわけよ、やっぱり平均化しようとして。で塩を振ると塩分濃度は高いよね表面の。で中は塩分濃度がもちろん薄いから、平均化しようとして水が外に出てくるっていう作用を使うのが浸透圧を利用した水抜き工程っていう。でしかもこれは塩味をここに足すことで、ちょっとよりなんていうの最終的な出来上がりに甘みがちょっと増すっていうのがある。なるほどね。セミドライトマトを作りたいだけだったら別にこれを乾燥させてもできるはできる。乾かしてったら絶対水分が立ってくじゃん。でそれの時間を短縮して助ける作用と味をキュッとちょっと引き締めるっていう作業のためにやる。美味しいひと手間だね。そうでセミドライトマト自体の調理工程としては、ここまででもう全部味付けが終わるから。ここで終わるんだ。そう素材だからその後の料理に使っていくときにいろんなものを足していくってことはやるよ。だからここまでね。じゃあちょっとこれに塩を均一にまんべんなく振っていきます。うちはちょっといい塩使いたいから今日は岩塩振っていくね。はい、こんな感じ。なるほどね。そしたら時間分量火加減の概念で言うと火加減と時間の話。130度で1時間加熱します。結構時間加熱すんだね。そう？そうだ。世の中に落ちてるレシピは、最初にバーッと何度でやってちょっと下げてじんわりみたいな2時間レシピとか結構あるよ。だけどめんどくさいじゃん家でそれをやるの。オーブン強めにやってからオーブン半開きでやるとかっていうレシピとかもあるんだって。業務用のガスオーブンとかだとドアがちょっと開いてても動くわけよ。家庭用のオーブンでそんなこと動かないじゃん。センサーが働いちゃって、だからもう130度一発1時間で表面温度をちょっと上げる目的で、ここにオリーブオイルを上からちょっとだけかけます。油の方が高温になるでしょ。水は100度までしかならないからちょっと助けてあげるためにじゃあここにちょっとかけていくね。こういう感じでいいからちょんちょんってこれだけでトマトの表面温度は上がるからオーブンに入れた時に。これは味付けじゃないからね。じゃあこれを130度に温めたオーブンの中に入れていきます。はい、じゃあ130度、予熱してください絶対。いきなり入れてやっちゃったらダメだからね。これ130度に予熱したものを開けて、
こんな感じで1時間やるけどだんだん状態変わっていくから、これさ、うちはスチームコンベクションオーブンなんだけど、オーブンモードでやってるからね、スチームは入れないから、じゃあこれの変わっていく状態を、多分見たいよねみんな。家のオーブンとかだとこんなに明るくガラスで見えないじゃん。じゃあ見てもらおうか、それで。いいよ。何分経過って言いながら。ここに時間出てるからね。わかりやすいでしょ。59分ね、今。本当だ。はい、じゃあ1時間待ちました。経ちました。トマト出来上がりましたよ。どう、カズくん？干からびとるっていうか、干からびてはいない。ちょうどいいくらいになってるから、ここから粗熱を取ってちょっと冷えたらオリーブオイル漬けにしていくから。あれだね、だいぶちっちゃくなったね。縮むよ、やっぱり水分が飛んでくから。でこれでまあ科学的なことを言うと、水分活性値が下がるから。水分活性値が下がるとより腐敗しにくくなるから、トマトの中に入ってるそもそもの糖度と塩分で水をこうなんていうの、固定水に固着させていくっていうの分かる？分かんないよね。全然分かんないね。ちょっと分かりにくかったと思うので、少しここで食品の水分活性と腐敗の因果関係について補足説明しておきます。これが全てというわけではないんですが、腐敗の大きな原因になる部分ですので、興味がある方は見てください。食品の中には純粋な水として全ての水分が存在しているわけではないんですね。砂糖や食塩、タンパク質などと結合した水分もあります。食品中の水分とは自由水と結合水の2種類に分けられますが、自由水とは移動や蒸発が起こりやすく、微生物が繁殖する際に使える水分を指します。これが基本的に腐敗を引き起こす原因です。結合水とは食品の中で結合した水分で、微生物はこれを使って繁殖することができません。だからジャムや梅干しなどの極端に糖度や塩分濃度を加えたもの、あるいは干し芋のように水分を強制的に飛ばして食材の中で糖度を濃くしたものは、自由水が少なく水分活性が下がっているので腐敗しにくくなるわけです。今回のトマトは極端に塩分や糖度を加えたり乾燥させるまではいきませんが、アプローチとしては同じような作用を利用して仕上げていきます。梅干しとかジャムとかって、めちゃくちゃ砂糖とか塩とかがたくさん入ってると腐敗しないじゃん。長持ちですね。日持ちする。だから100年ものの梅干しとかってあるでしょ。あれっていうのは要するに塩がめちゃくちゃ多いから、水が水分活性値がぐっと下がって腐敗しにくくなる状態なの。そうだからこれも乾燥させて水分を揮発させて、塩分濃度と糖度を高めていくことで水分活性値を下げていくから。でさらに乾燥してるとそこが酸化して腐っていくから、オリーブオイル漬けにひたひたにすることで保存食になりますよっていう食べ物。じゃあ結構一回作っちゃえば。いやでもやっぱりめちゃくちゃ塩辛い食べ物でもないし、ある程度セミドライにとどめてやって、このまま食べてもジューシーにじゅわっとくるぐらいの水分は残してあるから、オリーブオイル漬けで1週間ぐらい、1週間をめどに食べてほしいかな。なるほどね。食べれるから、これぐらいの量だったら全然。だからたまにさあるじゃん、プチトマト詰め放題パックみたいなやつスーパーとか行くとあるんだって。
夏とかめっちゃ取れる季節とかになると、大量に夏場特に取れるから、ビニール袋に入れれる、そう入れれるだけみたいな時に、こんなに買ってどうすんのみたいなのとか、例えば実家が家庭菜園みたいなやつやってて、もうのべつ幕ないしプチトマトが出来上がるみたいな時期があるので、そういう時にこういう風にちょっと作り置き食材みたいなとかにすると結構いいと思う。おしゃれだしめちゃくちゃ、これ例えばさ、ちょっと酸味のきついやつは甘くなったりして食べやすくなったりする。それはする。酸は火入れをすれば飛んでいくし、糖度と塩味は凝縮されるからうまみは強くなるから、美味しくないトマトをカスタムするっていう意味もある。それいいよね。プチプチトマトで出来が悪いやつってあんまりないけど、あんまりないけど、でもこれは甘みとかは確実に強くなるから、いいと思うよ。だからお酒のあてに合うっていうのはそういうことなんだって。なるほどね。そう濃くなるから、別に体に悪いわけじゃないんだけど、濃くなるからねっていう感じで、粗熱が取れたらオリーブオイルにつけていきたいと思います。はい、粗熱が取れまして、つまみ食いしたいね。出来たてしたい。じゃあこのフレッシュトマト、最初の元になったやつと、1時間130度で、これ低温加熱なのね。要するに焦げないように、やってみたらどれぐらい味が変わるのかっていうことを、じゃあカズくんいいよ、食べて。ファーストバイトをさ。うまっ。これではちょっと別の食べ物だね。もう違うでしょ。もう全然違うでしょ。甘い。とにかく甘くなる。これがさっきのミニトマト25、6個分なんだって。これぐらい小さくなるから。いや、この見てても絵でもこれ絵的にももう完全にそうだと思うんですけど、だからたくさん入った時とか、これもちろん一年中作ってもいいんだよ。めっちゃ便利だから。じゃあこれをオイルに漬け込んでいく作業に入ります。こういうさ、あるでしょ。こういうよく見るでしょ。ちょっとあれだね、意識高い系。そうなんかカフェとかにあるじゃん。こういうのにコーヒー豆ちょっと入れてみたり、今さこういうのどこでも売ってるからさ、ちょっと買ってみたらいいよね。でこれをじゃあこの中にこれで映る？ダーって入れてあげて。すごいよね。やっぱセミドライだけあって、ちょっと今入れていくときにそうだけど、なんか柔らかさっていうか、こうなんていうのあるね。そう、独特の食感でしょ。皮目はさ、やっぱりパリッとするからさ。で高さだけちょっと慣らしてあげて、同じ高さに。でここにオリーブオイルをこんな感じでね。はい浸る感じでやってあげて。そしたらさ、香りでさ、ローズマリー、なかったらなかったでいいんだけど、あった方が香りが良くなるし。すげえ、いい匂いしていいだ。またそうでしょ。フレッシュの方が香りは強いです。でこうやって蓋して、どう？これが置いてある食卓、ちょっとね、こじゃれとる。こんな感じで、簡単な、そうだな、漬物みたいな感じなんだけど、オリーブオイルの多めの油で漬けたら、冷蔵庫にしまったら固まるからね、凝固しちゃうから、常温でいいと思って。直射日光が当たるようなとこはダメだよ。これで保存効くからさ。食べ方、おつまみとしての食べ方なんだけど、例えばちょっとカリッと焼いたバケットの上に乗せて、ブラックペッパーでもさ、粗挽きのやつかけてそのままガブって食べるとかさ、めっちゃおしゃれだよ。おしゃれ。あと相性がいいのはやっぱりモッツァレラチーズとかは相性がいいから。良さそう。そうでこれでカプレーゼを作っちゃうみたいな、フレッシュトマトで普通作るところをバジルとかと合わせてこいつで作るとかっていうのもめちゃくちゃいい。甘みも全然違うから、っていう感じで、じゃあ次回はこの自家製セミドライトマトを使った料理の方にいよいよやっと進んでいきたいと思います。前半だね。だからこれはセミドライトマトの作り方の動画が面白いなと思ってやってみたいなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。バイバーイ。